今回のお話はクリスマスで頑張るトナカイさんのお話です。お部屋の電気を消して目を閉じて聞いてね。それでは読みます。真っ赤なお花のトナカイさん。ここはサンタクロースの国。新たな年を迎えたばかりで、今は大きな会議の真っ最中です。たくさんのサンタさんが集まって、今年のクリスマスにはどんなプレゼントをあげようかと話し合っているのです。昔なら女の子は人形、男の子は車のおもちゃと決まっていたようなものだがな。最近はゲーム機がいいとかゲームソフトがいいとかってわけがわからんよ。去年のプレゼントもあまり喜ばない子がいたしな。だいたいサンタを信じていない子が増えたことが問題なんだよ。まあ姿を見ていないわけだし、そこは仕方がないだろう。見えないものを信じるというか、そういう純粋な子供が減ったというか、いや、親がサンタを信じさせていないんだよ。やりづらい世の中だな。最初こそどんなプレゼントがいいかと話し合っていたサンタさんたちですが、どうやら話の内容はサンタさんを信じてくれないことへの不満に変わってしまったようです。それでもなんとか話はまとまり、次のクリスマスに向けておもちゃの製造が始まりました。そうです。毎年このような会議が開かれて、どんなおもちゃを作ったらいいのかと決めるのです。そうして決まったおもちゃはサンタ工場で作られるわけです。そして最後にはサンタの国の包装紙できれいに包まれて、良い子のところに配られるためにトナカイさんが頑張って走ってくれるのです。さて、決まったプレゼントが工場に言い渡されると、次のクリスマス目指してみんな大忙しです。今流行りのゲームソフトを作るサンタがいたり、ゲーム機を作るサンタがいたり、ぬいぐるみを作るサンタや小さな赤ちゃんのプレゼントを作るサンタがいたり、生きている犬や猫が欲しいと願う子もいるので、そういう子のために動物を飼育する担当のサンタもいたりして、毎日毎日が大騒ぎなのです。プレゼントを配る担当のサンタさんチームは、24日のクリスマスイブと25日のクリスマスのために体力をつけないとなりません。だから冬の寒い中でも夏の暑い中でもトレーニングを欠かせません。体力がないと2日間で全世界の子どもたちにプレゼントを配り終えるなんてことできませんからね。ではトナカイさんたちはどうなのかと見てみると、やっぱり次のクリスマスのために毎日トレーニングをしていました。広い敷地の中を行ったり来たり、何往復も走って、まるで運動会を目前にした練習のように毎日頑張っているのです。そんな中、今年初めてサンタさんを乗せてソリを引っ張るトナカイがいました。去年までは体も小さくて、とてもソリなんて引くことができないと仕事をさせてもらえなかったのですが、毎日頑張って練習とトレーニング、
体力づくりをしていたおかげで、みんなと同じとはいかないまでも随分と大きくなりました。だから今年はみんなと同じようにプレゼントを乗せたソリを引っ張ることができるのです。トナカイさんは偉いサンタさんから、今年からお前もみんなと一緒にプレゼント配りをしてもらうよと言われた時は、やっと一人前と認めてもらえたのだと大喜びしました。そうだ、お前にはまだ名前がなかったね。仕事をするんだ。名無しのゴンベイではいろいろと困ることもあるだろう。名前をつけてあげよう。トナカイさんはどんな名前をつけてもらえるのかとワクワクしました。他のトナカイたちはとっても素敵な名前をつけてもらっているのですから、きっと自分も素敵な名前をつけてもらえると思っていたのです。ところがサンタさんはじっとトナカイさんを見ているだけで、なかなか名前を決めることができないようでした。僕の名前は？まあ待ちなさい。考えるには考えているのだが、なかなかお前にぴったりの名前が浮かばないのだよ。そう言われては黙るしかありませんでした。トナカイさんはじっとサンタさんを見ながら、そうだな、僕なら真っ白な体だしホワイティとかいいな、なんて考えていたのですが、やっと口を開いたサンタさんが言ったのは、お前は鼻が真っ赤だから赤鼻にしようと言ったのでした。なんというネーミングセンスのなさでしょう。あまりの名前にこれならつけてくれない方がましだったと思ったトナカイさんでした。けれど偉いサンタさんがつけてくれた名前です。嫌だとは言えませんし、他のサンタさんが来るとトナカイさんのことを赤鼻赤鼻と呼ぶのです。おかげで仲間のトナカイたちからも赤鼻と呼ばれるようになり、バカにされるようになりました。みっともないよな。サンタのトナカイが赤い鼻なんてさ。体は小さいし鼻は赤いしじゃいいところなしじゃないか。そう言って笑いました。赤鼻はとっても恥ずかしくて悔しくて、何度名前を変えてほしいと思ったかしれません。でももうどうにもならないことは分かっていました。それでもクリスマスに一生懸命仕事をして認めてもらえたら、きっと自分の名前も恥ずかしいものではなくなるはずだと思うようになりました。だってとってもおかしな名前をつけられたトナカイがいたけど、一生懸命仕事をして誰よりもたくさんプレゼントを配ったら、翌日から誰もバカにしなくなったという話を聞いたのですから。だから赤鼻はもっともっと強くなってやるとみんなよりもたくさん練習することにしました。こうしてその年のクリスマスイブがやってきました。空がだんだんと暗くなりだすと、プレゼントがたくさん入った袋がソリに乗せられます。重くなったソリのそばにトナカイたちが近づくと、サンタさんたちがトナカイとソリをつなぐのですが、どうしたことかソリが一つ足りません。あれれ、僕のソリはやっぱりな、赤鼻は留守番なんだよ。そうだな、そんな赤い鼻じゃみっともなくて誰も乗りたくないもんな。そんな。赤鼻は悲しくて
涙が出そうになりましたが、みんなの前で泣いていたのではもっとバカにされると思い、ぐっと我慢しました。でもこれ以上胸を張っているみんなのそばで気もしないソリを待つのはつらいことです。赤鼻が頭を垂れてとぼとぼと小屋に帰ろうとした時でした。一人のサンタが走ってきました。遅くなってしまった。俺の乗るソリはどれかな？すると他のサンタが大きな袋を5つも抱えてやってきました。おいおい、5つも配るのかい？はい、あなたが配る方面は今年生まれた子供が多いんですよ。そうか、これは大変だぞ。大変だと言いながらもとっても楽しそうなサンタさんです。だとすると俺の乗るソリは一番大きいやつだな。はい、ただトナカイが赤鼻しか残っていないので、こんな大きなソリを引っ張れるかどうか。サンタさんたちが話していると、他のトナカイが笑いながら言いました。そりゃあ赤鼻には無理な話だ。赤い鼻ってだけでもみっともないのに、その上体が小さくてそんなソリを引けるはずがないや。赤鼻はもっと悲しくなりました。確かにその通りで、5つの袋を乗せたソリはどのソリよりも大きくて重いはずです。これでは自分には無理だと思いました。ところがサンタさんは言いました。鼻が赤いのが何だって言うんだい？真っ暗な空を飛ぶんだ。ピカピカ光って見やすいじゃないか。私は赤鼻の方がいいね。それにずっと誰よりも練習してきた赤鼻だもの。きっとやり遂げることができると思うよ。なあ、赤鼻、どう思う？そう言われて赤鼻は目を見開きました。こんなに自分のことを信じてくれるサンタさんがいたことをとっても嬉しく思ったのです。赤鼻は大きくうなずきました。ところが他のトナカイはまたしてもバカにしてきます。けれどサンタさんは笑って気にすることはないさ。赤鼻の頑張りをバカにするやつには言わせておけばいいんだよ。と言ってソリと赤鼻をつないでくれました。つながれるとやはりずしっと重く、ソリをつないだロープが赤鼻の肩に食い込みました。その上よく太っているサンタさんを乗せるのですから、その重さといったらとんでもありませんでした。でも赤鼻は弱音を吐いたりはしませんでした。絶対にやり遂げてみせるんだと心に決めると、赤鼻は大きく胸を張りました。空が暗くなり、すべてのソリが空に舞い上がりました。さあ、俺たちも行こうか、赤鼻。サンタさんに声をかけられ、赤鼻は大きくうなずくと空へと顔を向けました。どんなに練習をしてきたとはいえ、このソリを引っ張ることができるのか、全く不安がなかったわけではありません。でも全身に力を入れた途端、体はまるで嘘のように軽くなり、ソリは魔法がかかったかのようにふわりと浮かんだのでした。よし、その調子だ。いいぞ赤鼻。サンタさんに褒められるたびに力が湧いてきて、そのスピードは他のトナカイよりも速いほどでした。ひとっ飛びでプレゼントを配る国まで到着した赤鼻とサンタさんは上空からプレゼントをまき始めました。すると静かに煙突に入るプレゼントや窓をすり抜けるプレゼントがあり、どんどん子供たちに届くのでした。赤鼻は思いました。きっと目が覚めた時、この子たちはどんなに喜ぶことだろう。
その笑顔が見れないのは残念だけど、でもこんなに素敵な仕事ができて僕は幸せだな。5つの袋が空っぽになった時、サンタさんはサンタの国に帰ることを告げてきました。軽くなったソリはさっきよりも早くサンタの国に帰ることができました。帰り着くと空はだいぶ明るくなってきています。赤花、ご苦労様。次は地球の裏側になるが、お前も疲れただろう。別のトナカイに交代しようか。いえ、サンタさん、僕は大丈夫です。こんなに楽しい仕事なんだもの、もっとやりたいです。そう言うと、サンタさんは嬉しそうにプレゼントの袋をソリに乗せてくれました。そして他のトナカイがやっと帰ってくるのと入れ違いに、今が夜という国目指して飛び立ったのでした。こうして2日間一睡もせずに赤花はたくさんのプレゼントを配り終えることができました。クリスマスも終わり、誰もが疲れて小屋で休んでいた時でした。赤花と一緒にプレゼントを配ったサンタさんと名前をつけてくれたとっても偉いサンタさんが来ました。みんな何だろうと2人を見ていると、赤花の部屋にやってきました。そして赤花の前に来ると、偉いサンタさんが言いました。赤花、君は本当によく頑張ったね。2日間一睡もせずに全部配ったのもすごいが、あれだけ大きなソリを引っ張り続けたのも素晴らしいよ。君ほどのトナカイは他にはいない。そうですね。こんなに頑張れるなんて、俺も赤花と仕事ができて本当によかったよ。それにその真っ赤な花がとっても役に立ったよ。来年も赤花と仕事がしたいけど、赤花はどうだい？そう言われて赤花はとっても嬉しくて大きくうなずきました。じゃあ赤花は来年も2人で頑張ってもらうとして、これは一番頑張った赤花へのプレゼントだよ。そう言ってとってもおいしいおやつとピカピカ光るネックレスをくれました。このネックレスはその年一番頑張ったトナカイがもらえるもので、簡単にもらえるようなものではないのです。だからもう誰も赤花のことをバカにすることはなくなりました。でもね、誰にもバカにされず、それどころかすごいなーって言われるようになった赤花だけど、だからって威張ったり他のトナカイをバカにするようなことはしなかったんです。だからみんな赤花のことが大好きになったのでした。おしまい。はい、今日のお話はここまで。真っ赤なお花のトナカイさんだけど、一生懸命努力して頑張ったおかげでみんなと仲良くなれてよかったね。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。それではまた別のお話でお会いしましょう。